コンケイクです。今回のテーマは、今後急加速する展開です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますのでそちらからご確認ください。そしてこれからもですね、いろんなテーマで占ってまいりますので、もしよろしければですね、チャンネル登録、それから高評価もお願いできたらと思います。よろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回は、フォース集というスプレッドと、オラクルカード、ルノロマンカード、ルーンカードを使用して占ってまいります。それではそれぞれ占います。それでは A の方の今後急加速する展開ですね。一番急加速する展開っていうのは願いが現実になるっていうところですかね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去のカードですね。ワンドのキングの逆位置です。熱くなりすぎて逆に空回りしている時ですね。思い込みに陥りやすかったということで、過去はものすごくあなた自身にはやる気があったし、いろいろとチャレンジもしてたんですけれども、それが変にですね、熱くなりすぎてしまって、空回りしてしまう。熱くなるっていうこと、情熱を持つっていうことはもちろんいいことだと思うんですが、それがですね、極端に大きすぎると、自分自身が求めてる結果っていうものにですね、なかなか近づけなかったっていうところがあるのかもしれないですね。自分の頑張りに比べて戻ってくる結果が少ないと、どうしてもね、自分自身がっかりしてしまうっていうところがあると思うので、そのあたりが大きかったのかなっていう感じがしましたね。あとは思い込みに陥りやすいっていうところで、ここもね、思い込みっていうことは、実際にはそうではないっていうことですよね。でも、自分自身はそういうふうに考えてしまって、それで動いてしまったりとか、止まってしまったりとか、そういったところでね、自分の思いによっていろいろ影響を受けていたっていうところがあったかなと思うので、もうこのあたりね、動きにくかったかもしれないですね。もうね、でもこれはそういう時もありますよね。どうしてもね、思い込みがひどい時っていうのはね、あります。私もね、そういうことはよくあります。一人でね、思い詰めすぎちゃって、それでね、勝手にね、一人でいろいろとやらかしてしまうっていうことね、あったりしますからね。あなた自身もそういった時期があったのかなっていうところですね。ではですね、現在です。ワンドのナイトの逆位置ですね。一歩及ばない状況ですね。不安定な時、トラブルによっては攻撃的になりがちということでね、過去現在と続いて、ワンドが出てきたんですけど、どちらも逆位置になってるっていうことなので、結果的にね、あなた自身のその情熱っていうのがうまいことですね、影響がもらえなかったというか、熱くなれる部分もあるんだけれども、それがうまいこといかなかったっていうところですね。で、今はね、一歩及ばないっていうことは、あともうちょっとで何かしら近づいてくる結果があると思うんですよね。それは間違いないんですが、でも今はあともう少しっていうところなので、そこで諦めてしまうと、あなた自身もすごく落ち込んでしまうんじゃないかと思うので、そこでね、諦めてしまって、変にこう嫌な結果になっちゃうよりは、もうちょっとね、頑張るぞっていう風にね、動いてもらえればと思いますね。ただね、今不安定な時っていうのもあるので、もう少し時を待ってみてもいいのかもしれないですね。で、現在トラブルがあった場合、そういった時には、ちょっとね、カチンときやすいのかな？怒りやすくなっちゃうのかもしれない。不安定ですからね、どうしてもね。それで精神的にもちょっと不安定になってしまうのかな。それで攻撃的になって、その人とのトラブルだったらね、喧嘩を売ってしまうとかね。本当だったら修復される仲もそれで壊れてしまうっていう可能性もあるので、それがね、自分自身でこういう時だからこそあまり
気持ちをね、荒っぽい感じになっちゃうっていうのがね、あると思うので、もうそれを自覚した上で、しっかりね、気をつけていただくっていうのがいいのかなと思いますね。ですね。できればね、穏便にね、人との関係っていうのはね、済ませればそれが一番いいとは思うんですよね。もちろんね、向こうから理不尽なことを言われたとか、ひどいことを言われたとかね、そういった時に怒るっていうことは大事だとは思うんですけど、でもね、過剰に怒りすぎてしまう。攻撃的になってしまう。今度はそうすると、相手を傷つけてしまう。で、傷つけ合ってしまうっていうことになると、もうそれでね、関係性っていうのは壊れてしまうし、で、周りの人にもね、心配させてしまったりとか、そういったところもあるかもしれないので、環境がどうしても変わってしまうとか、そういうことがあるのでね、そうならないためには、少しね、自分自身の気持ちを、今はこういう攻撃的になりやすいとか、カッとなりやすいとか、そういった時期だから、落ち着こうって言っても落ち着けるものじゃないかもしれないんですけど、すぐに相手に腹が立ったからといって言葉に出すんではなくって、まず一旦ね、自分の中で飲み込むっていうことはする必要があるのかなと思いますね。淡々とね、お話をしていく方がいいのかなとは思うのでね。怒りに身を任せて、わーってね、言っちゃうよりは、ゆっくりと冷静にね、お話ができる方がいいのかなっていう感じがしますね。では、未来ですね。カップの5の逆位置ですね。別の方向性を見出して動き出せる時ですね。失ったからこそ得られたものを糧に進めると。希望が見えていくということでね。未来では現在に一歩及ばない状況だったところが進めるようになっていくのかなっていう感じですね。一歩及ばないっていうのがあなたの方法がもっと別の方向性を見出した方がいいっていうことなのかもしれないですね。それが未来に現れるっていうことかもしれないですね。で、動き出せると。で、今までだったり、今だったり、あなた自身が失敗だったり、失ったものっていうのがね、あると思うんですよね。そういったところから得られるものっていうのが必ずね、糧になると。それによって進めることができるっていうことなので、失ったもの、落ち込んだこと、辛かったことっていうのもね、決して無駄ではないっていうことですね。できればね、そういう気持ちになるようなことはない方がいいんですけど、でもね、あなたはそれすらも力に変えていけるんですよっていうことですね。でしっかりね、希望も見えていくようなので、これからはね、あなた自身の未来としてはとても楽しみな結果につながっていくのではないかなと思いますね。そう、このカードさん自身がね、なんだか悲しいような感じのカードに見えますよね。ボロボロなカップとか、ハートとかね。こういうのを見るとちょっとびっくりしちゃうかもしれないんですけど、これがね、ちゃんと逆位置になってるっていうことは、それがね、だんだんと修復されていって、あなたのところにいろんなものが戻ってきますよっていうことなんですね。それがね、分かってもらえればね、ちょっと安心かなと思います。では、周囲ですね。カップの2の逆位置です。気が合わない。意見がぶつかる人。気持ちが理解できない人ということでね、これはもう現在のトラブルに合うような感じの人のことを指してるのかなっていう気がしますね。もうあなたとは根本的に合わないっていうことですよね。その人の気持ちも理解しようと思っても理解できない。考え方が違うっていうことですよね。それをね、無理して理解しようとすると、変にこじれちゃうっていうことなのかもしれないですね。そう。違う価値観の人とね、理解し合う必要はないんですよね。あなたの意見は理解できるっていうふうに考える必要はないと思います。だからね、その人のことをいろいろと考えてあげて、仲良くなれるっていうのができればいいけど、今回ね、周囲のこのカードを見る限りは、そういう風にはいかないっていうことですよね。もう、かなりね、断絶した感じ。あなたとその人には壁があるっていうことですね。それを壊す必要もないのかなと、もう気が合わないものはしょうがないという風にね、開き直ることも大事かなっていう感じがします。それで気が合わないからといって、常に喧嘩腰だったりとか、いろいろとぶつかってしまうとか、
そういう風になると、あなたとその人だけじゃなくって、周りの人たちだとか、いろんなところに影響を与えたりとか、心配されたりとか、そういう部分もあると思うので、別にその人と仲良くなる必要はないんですけれども、で、その人の気持ちを理解する必要もないです。でも、ある程度ね、その人と、もしも、例えばいつもね、一緒にいるような場所ですよね。職場とかだったらどうしてもね、そういう人っていうのが必ずね、毎日顔を合わすとかそういう感じになってくると思うんですよね。だけれども、その人と話すことは別にプライベートな話とかね、する必要もないですし、その人にわざわざ話しかける必要もないです。もう本当に必要なことだけ話せばいいし、で、もうそれ以上ね、踏み込む必要はないと思います。深く入り込む必要もないし、もう浅く付き合っていくっていうのでいいと思いますね。そういう感じでね、割り切るっていうことも必要かなっていう感じがしましたね。では、あなたの障害となることが、ソードの5の聖地ですね。情や甘い気持ちっていうことなので、ここが障害になってしまうということは、周囲のその気が合わない人にすらね、あなた自身は情を持ってしまうのかもしれないですね。それか、どうしてもね、優しくしようとかね、仲良くしなきゃいけないんじゃないかとか考えちゃうのかもしれないんですけど、そういったものはね、捨て去ってしまってもいいです。周囲の人だけじゃなくって、もしもあなた自身がやりたいことがあるとして、でも、それが、例えば誰か大事な人とかにね、迷惑をかけちゃうとか、自分のためにその人たちに迷惑かけちゃうんじゃないかとか、いろいろ考えたりとか、そういうこともあるかもしれないんですけど、あなたの場合は、そういった気持ちはもうなくて大丈夫。それが障害になってるっていうことは、もしかしたらね、大事な人のために何かあなた自身が諦めてることがあるのかもしれないですよね。でも、その大事な人のためにっていうのはね、もう一旦それは捨て去ってしまって、自分のやりたいことをやってみるっていうことにね、していっていいんじゃないかなと思います。大事な人のことは大事な人のことで、もちろんね、ちゃんとあなたのそばにね、いるっていうことはね、必要だとは思うんですけれども、それとは別にあなたの目的だとかやりたいことだとか、そういった方向にね、舵を切るっていうこともね、これからはしていっていいと思いますね。そういったところね、優しさっていうところが、時にはあなたの邪魔になってしまうというところでね、そういったところを少しでもなくしていって、厳しくしていくというか、自分自身が頑張るために、ある程度の情や甘い気持ちっていうのはね、少なくしていきましょうっていうことでね、動いてもらえればと思います。では最終結果ですね。カップの7の逆位置です。願いは現実になります。本来の自分を取り戻します。実際に動けていきますということでね、ここがあなた自身にとっては急加速する展開っていうことですね。現在がなかなかね、あなた自身も焦る気持ちもあったんじゃないかなとは思うんですけど、そういった部分も必ず解決していくっていうことですよね。最終結果においてはね、願いがね、現実になるっていうことは、それってね、別にね、運が向いたからっていうだけじゃないと思うんですよね。あなた自身がこれまで頑張ってきたこと、それがちゃんと身になっているっていうことなんですよね。だから、ちゃんとあなたが頑張ってきたってこと、人生においていろいろとやってきたこと、そういったことがね、頑張りましたね、と私も言いたいですしね。あなた自身も自分のことを頑張ったねって褒めてあげてほしいなと思います。このカードさんはね、逆位置だと地に足のついたカードさんなんですけどね。逆位置なのでね、なんか浮いてるように見えるんですけど、実はね、地に足のついたカードなんですよね。そう。一番あなた自身にとって、その現実的な結果っていうのがね、あるっていうこと。で、今までね、苦労されてきたりとか、大事な人のためだとか、そういったところで自分自身を押し殺してきた部分もたくさんあるんじゃないかと思うんですけど、最終結果ではね、本来のあなた、素敵なあなたに戻っていけると、取り戻していけるよっていうことなのでね、そういった部分でもね、大きな成長かなと思います。展開としてはね、あなたにとってより良いものがね、いろいろと帰ってくる感じ、手に入れることができますよっていうことですね。よかったです。では助言ですね。正義の聖一です。これからどうしたらいいかを建設的に考えていきましょうということでね。
これはね、大事ですよね。あなたの場合ね、本当に現実的な感じのカードさんっていうのが最終結果に出てきましたので、その現実的なものの結果としてね、それをちゃんとあなた自身が手に入れるには、これからどうしたらいいかをしっかりね、順序立てて考えることが必要っていうことですね。これをしたいから、まず、そのためには小さな目標 A、B、C、D みたいな感じでね、ちゃんと作っていく。その小さな目標を一つずつこなしていく。っていう風にね、していくとね、結果もね、かなり早めに近づいていくんじゃないかなと思います。具体的にね、何をすればいいのかっていうのをね、自分自身でしっかりと、ノートにとかでもいいんですけど、書いておくっていうのはいいかなと思いますね。ただね、あまりにも、スケジュールを管理をしっかりしすぎると自分が疲れちゃうっていうこともあると思うので、そこはね、あまり無理をしすぎない、ある程度の余裕を持たせるっていうことは必要かなと私は思います。正義っていうカードはね、きっちりしたカードさんではあるんですよね。かなり厳しいし、自分自身にも厳しくあれっていうところがあると思うんですよね。公正な判断をするっていうカードさんなので、どうしてもそういうところがあると思うんですけれども、私自身はね、正義のカードとはいえね、そう、あなたの体調とかね、メンタルとかの都合も出てくると思うので、そういったところは無理はしないでほしいなと思うのでね。そこはね、カードさんには分かってほしいなとは思うんですよね。あなた自身が、無理をしない程度に、ちゃんと余裕を持たせながらスケジュールを管理をしていって、で、少しずつ目標に近づいていって、やっとあなたのところに戻ってくる大きな結果っていうのがね、現れるっていうことだと思いますので、よろしければね、そういった感じで動いてみてほしいなと思います。では、オラクルカードですね。1枚目が学びです。このカードは知性とオープンマインドを象徴していますということでね、知性は大事ですよね。当たり前といえば当たり前なんですけど、知性もいろんなことがあります。まずね、知性っていうとどうしても勉強をしなければいけないとか、そういうところもあるかなとは思うんです。そういった部分も確かに大事ですよね。成長していくためには知らないことを知るっていうことはね、必要だと思うので、そういった部分でも大事ですし、ただ、それとは別にね、人生経験において積んできた知識っていうのも知性ではありますよね。誰もがね、同じ人生を歩んでるわけじゃない。それぞれが違う人生を歩んでいる。その中で得られた知識とか、そういったものっていうのはね、もうその人にしかないものです。そういった部分はすごく大事ですし、結果にもね、ちゃんとあなたのその知性とかそういったところもね、役に立っていくと思いますね。で、オープンマインドっていうのはね、開かれた心っていうことなので、いろんな人に対して心をね、開いていきましょうっていうことだと思うんですよね。気が合わない人とはね、もちろんさっき言ったように、あえてね、距離を近づける必要はないですよとはお伝えしましたので、あなた自身がいい人だなとか、大事だなとか思える人に対してはね、どんどん心を開いていっていいんじゃないかなと思いますね。そういった部分も大事かなと思いますね。学んでいくこと、これまでに生きてきて得た知識、そして心を開いていくこと、そういった部分は大事ですよっていうことですね。では、オラクルカードの2枚目です。今日は新しい一日で新しいあなたです。幸運をということでね。これはね、私結構オラクルカードさんの中で好きな言葉ですね。昨日がどんなにね、嫌な日だったとしても、今日はもう別の違う自分になっていると。新しい一日だし、で、新しいあなたになっている。だからね、それをね、わざわざね、過去のことを引きずる必要はないんですよっていうことだと思うんですよね。ちゃんと生まれ変わったあなた自身になっているので、ここからね、あなた自身、また幸運をね、得てくださいっていうことです。かなりね、勇気づけられる言葉だなと私自身も感じるので、あなたもね、勇気づけられてくれたら嬉しいなと思いますね。それではオラクルカードの3枚目、ビッチファイヤーですね。これね、どういう風に訳したらいいのかなっていうのがすごい考えたんですよね。ビッチってね、なんか
あんまりいい言葉じゃないような感じがするんですけど、今って結構、このビッチっていう言葉が全体的にね、人に対してのアッパーというか、力を与えるような言葉に変わってきてるっていうところがあるんですよね。昔はもっとスラングで本当にバカにしたような感じの言い方だったと思うんですけど、それをもうちょっとね、自分たちの力に変えるんだっていう方向に変わっていった感じがしますね。これはね、どちらかというと女性に使われがちではあるんですけれども、でもね、今回は女性だけではない。私の動画を見ている方は女性だけではないので、いろんな人がいます。そういったね、いろんな人たちもビッチな気持ちをね、持ってほしいというような感じでね、思ってくれたらいいなと思います。ビッチファイヤーですからね。もうクソくらえ、クソくらえってでもそんな感じ。クソくらえだみたいな感じのね、気持ちを持って、パワフルに頑張っていこうっていうことなんですけど、自分のために立ち上がってっていう風に言ってるんですよね。主張していこうと。これまであなた自身がいろんな情があったりとか、優しい気持ちとかあったりね、そういったところで我慢してたことってたくさんあると思うんですけれども、これからはあなたの目標のため、自分の人生のためにどんどん主張していきましょうと。立ち上がっていきましょうということですね。そういったところでもね、すごく、ここもね、また勇気づけられるようなカードさんになってますね。あなたにいっぱいね、勇気を与えられたら嬉しいなと思います。これから頑張れるね、力に少しでもなったら嬉しいですね。では、ルノルマンカードですね。等です。経験が積み重なります。準備に手を抜かないようにしてくださいということでですね。等ですからね、本当にそのまま積み上がっていく。コツコツと重なっていくというような感じですよね。あなたがこれまでに経験してきたこと、いろいろね、過去だとか、現在だとか、そういった部分でね、不安定な時期もあったと思います。でも、そういったところも全部合わさって、すべてが経験として積み重なっていく。そして、それが大きな塔になっていく。要するに、あなたのこれからのね、願い。っていうのが現実になるって言いましたけれども、そういった大きな結果につながっていくんですよっていうことですね。で、そのためにはやっぱり抜かりないようにね、準備をしていくっていうことは必要ですよっていうことですね。そう。これはね、建設的に考えてっていうところと、ある意味ね、リンクしてる部分ではあると思います。そう、計画をね、しっかり立てて、無理はしちゃいけないんですけど、その中で何を一つずつね、していくのか。一つずつ終わらせていくことで、やっと大きな塔になっていくんですよっていうことですね。では、ルーンカードですね。ルーンがエオで石がターコイズですね。行動することで事態が好転していきます。大事な局面で勇気を出していけますということでね。もうこれもね、かなりあなたにとっては良い暗示というか、そんな感じの結果が出てきましたね。そう、まず行動することが大事なんですよね。動けないっていう現在があるので、動けるようになればね、どんどんと行動していっていいと思います。それがあなたに良いものをね、与えてくれるっていうことですね。で、大事な局面ね。そう、大事な局面、いろんなところで、ターニングポイントとかよく言いますよね。ターニングポイントの部分で自分自身がどう動くかですよね。そういったところでも勇気を出していけるっていうことなので、しっかりとね、正しい選択肢を選んでいけるのではないかなと思いますので、そういった面もね、安心ですね。これからがすごくいいところにね、行けると思います。そうですね。あなたの場合は、過去現在がね、ちょっと停滞気味な感じしょうがないですよ。そういう時はあるっていう風にね、今はね、ちょっと、開き直ってもらったらと思うんですが、これからはね、もう本当に急加速する展開ではあります。でもそれっていうのはちゃんとあなたが今までにいろいろとやってきたからこその結果の積み重ねでもあるということですね。で、これからもいろいろと目標あると思うんですけれども、そこにつなげるにはあなた自身のコツコツとしたね、計画、そういった部分をしっかり達成することが大事ですね。
よろしければですね、こちらの方を参考にされながらですね、動いていただければ、あなた自身ね、もっともっとより良い未来につながっていくかなと思いますので、はい。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。今後急加速する展開ですが、あなたの場合は大事なことに気づいてですね、目標がしっかり見えてくるっていうところがかなり大きな展開になってくるのかなっていうふうに感じました。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、ペンタクルの4の逆位置です。利益を優先して正しい行動を起こせていない可能性が高いということでですね、過去のことなので、今更という感じではあるんですけれども、あなた自身がね、自分自身に返ってくるものを期待しすぎてしまっている。そういった部分があって、正しい行動を起こせていなかったという可能性が高いっていうことですね。利益がね、あった方がいいに決まってるじゃないですか。それはね、みんなそうだと思います。私だってそうですし、あなた自身もそうだと思います。いろんなものが得られれば、それが一番嬉しい。でも、それを追求しすぎると、今度はそっちに目がくらみすぎて、自分自身にとってより良い行動を起こせていない、選択肢として正しい方向に向けてないっていう可能性があったっていうことだと思うんですよね。VTuber 界隈とかでも言われるんですけれども、ギブアンドテイク。ギブアンドテイクが基本なんですよね。人間関係とかっていうのは必ず義務があってテイクがあるっていうのをお互いそうやってやっていくことが健全な人間関係であるということですね。でもそれが自分自身が得ることばかりを考えてしまう。考えてなくてもどうしても人ってね、そういう風にね、動きたくなるというか、やっぱり自分自身の方がもらいが多い方が嬉しいに決まってるのでね。だからギブアンドテイクって思ってても、どうしてもね、テイクの方を多く期待してしまう。それが大きすぎると、定価って言ってね、自分が得ることばかりを優先しすぎて、結局、誰からもね、相手にされなくなっちゃうとか、そういう方向に行っちゃうっていう可能性もあるので、そうならないためにも、ギブアンドテイクは大事。人間社会ですね。いろんなところで、どこに行っても、やっぱりそういったところは大事なんですよっていうことですね。で、そうですね。いろんなね、目標とかがあって、結果があって、そういったところに行くためにね、どうしても利益追求するとか考えてしまうっていうのはあると思うんですよね。でも、それが行き過ぎると、どうしてもそこがね、判断を誤ってしまうっていうことはあるっていうことですね。そこはね、過去にあったこととはいえ、今後もね、あるかもしれないので、私もね、気をつけますので、あなた自身も気をつけていただければ、お互いに気をつけていきましょう。ギブアンドテイクでね、過ごしていただければと思います。ではね、現在ですね、ワンドのナイトの逆位置です。トラブルが起こる気配です。今いる場所を離れる時ですということでね、これね、起こる気配っていうことは、まだトラブル自体は起こってないかもしれない。でもそういう感じがするなっていう気配を感じていらっしゃる人もいるかもしれませんね。今いる場所を離れる時っていうのは、物理的に実際ね、あなた自身が今いる環境、職場だったら一番わかりやすいんですけど、転職とかね、そういったところを考えないといけない時なのかもしれないですし、そうじゃなくって、その時だけ場所というか自分自身がいる立ち位置というかそういったところを離れる時なのかもしれないし、もうそれはね、各々それぞれの環境によって違うと思いますが、今は安住の地っていうのがね、ないのかもしれないですね。そういったところから離れていって、これからあなたが安心できる場所を探していく必要があるのかなっていう感じがしましたね。まずはね、トラブルはできるだけ避けてもらえれば嬉しいなとは思うんですけど、向こうから来た場合どうすればいいのかっていうところもありますからね。もうこれはね、できるだけ早めに逃げるっていうのが得策なのかもしれないですね。そう。それがね、ちゃんとあなた自身が多分これかなっていうね、
もし思い当たることがあるんであれば、そこから逃げてもらう。逃げるのが一人で難しいのであれば、誰かに協力してもらうとかね、そういうこともできると思うので、そうですね、そういった部分が心配ではあるのでね、できるだけ逃げてもらう。その人間同士のトラブルであれば、逃げる、避ける、そういう感じでね、動いてもらえればと思います。では未来ですね。助教校の正位置です。何かを学ぶ機会が訪れます。大事なことに気づき、目標が見えてくるということでね。現在がね、ちょっとあなた自身がいろいろ大変な気配がしていたんですが、未来かなり明るい兆しですよね。助教校っていうのはね、まさにもう学ぶ、知性、知識ですね。あなた自身の得るものっていうのが大きいっていうカードになりますので、ここでね、かなり急加速する、あなたの訪れる展開っていうのがね、大きなものになっていくのかなっていう感じがしましたね。目標が見えてくると、やりやすさっていうのは全然変わってくると思うんですよね。何があなたにとって大事なことかっていうのはね、気づくのも必要ですし、で、それによって自分が何をすべきかっていうのが分かってくると、それでね、あなたの動きやすさは変わってくるし、で、その時に何かを学べるっていうことなので、そういったものを学びながら得ていく知識で階段を登っていくような感じでね、最終結果につながっていくっていうところがあるのかなっていう感じがしましたね。そう。この時期はね、やはり冷静にね、物事を考えられるっていうのもあるかなと思いますので、そういった面でもね、目標が見えて、さらにそこに行くために何をするべきかっていうのもね、しっかりと分かってくるのかなっていう感じがしますね。そういった面でも、あなたのいる場所っていうのが変わったことで変化してるっていう部分もあるのかなと思います。では、周囲ですね。ソードのクイーンの逆位置です。心が折れる言い方、居心地の悪い関係っていうことでね。これはね、あなたにとって悪影響しか与えないようなタイプの人ですね。心が折れる言い方をしてくるっていうことはね、確実にあなたを傷つけようとしているっていうところですよね。そういう人もね、やっぱりいますよね。中にはね、本当になんでそんなこと言えるんだろうっていう人いますよね。悪気があるのか悪気がないのか、それぞれだとは思うんですけど、もうどっちにしても立ちは悪いですね。居心地が悪いっていうことなので、もうこの人とはしっかりね、ご縁が切れるんであれば切ってしまいましょう。離れていった方がいいです。離れたくても離れられない関係っていうのもあるかもしれないんですが、でもできるだけね、連絡を取らないとかね、もう話をしないとかいう風にしていく方向に行くしかないんじゃないかなと思います。この人と話をしたところで、あなたがいつも傷つけられるっていうところ、そこの状況に変化がね、なさそうな感じがするので、傷ついてほしくないですからね、私としてはね。なので、できればね、そういう風に、その人と話をしない空間にしていく、環境にしていくっていう風にね、動いてもらえればなと思います。では、障害ですね。ソードの3の正位置です。ずっと目を背けてきた問題が障害になっているっていうことなので、これはね、立ち向かわないといけない時が来たのかもしれないですね。あなたがこれまで本当はね、目の前にあったんだと思うんですよね。目の前というか背中ですね。背中か後ろにあったことなんだと思うんですけれども、そういったところから逃げてる部分もあったんじゃないかと思うんですよね。でも、もうこれからはね、そこから逃げちゃダメなんだっていうことなんだと思います。もうね、このカードさんがね、すごく悲しい気持ちをね、表してるカードさんなので、もう本当に勇気がいることだと思うんですよね。涙も溢れてくるし、ハートに剣が刺さってるし、もうボロボロに傷ついてるっていうようなカードさんですよね。それもね、覚悟がいると思います。ただ、そこにいつまでもずっとね、目を背けていると、ずっと付きまとってくるのかな。ある種の呪いのような感じになってるのかもしれないですね。その呪いから解き放たれるために、
あなたがその背を向けてきたこと、そういったところに向き合って動いていくっていう必要があるのかなと思いますので、ただね、勇気はいると思うのでね、時間はかかってもいいので、そこにね、立ち向かうまでに勇気をしっかりと充電させて、で、いっぱい溜まった。頑張るぞって思えた時にね、立ち向かってもらえたらなと思いますね。私としてはね、今すぐ頑張りなさいっていうつもりはないです。これが障害になってるっていうことは確かにあるのかもしれないけれども、でもね、かなりね、勇気がいることだと思うので、そこはね、もうしっかりとね、自分自身が立ち向かえる、戦えるっていう風になった時にね、動いてもらえればと思います。では最終結果ですね。ペンタクルの10の正位置です。未来から受け継いだものが力になります。生活が安定していくということでね。よかった。これは未来っていうのがまさに助教皇の聖地で出てきたところですよね。これがちゃんと受け継がれている。あなたのここで得たことですよね。それがずーっと繋がっていって最終結果にね、ちゃんと結果として出ているということですね。力になってますよ。安心です。で、生活も安定していくっていうことなので、そうですね。まあ、ペンタクルなのでどうしてもお金とかそういったところを考えるんですが、そうですね。そういった部分でも安定していくのかもしれないですし、まあ、安住の地をね、見つけていくんですかね。自分自身が、あ、ここなら自分の居場所なんだなって思えるところ、そういったところを見つけられるのかもしれないですね。何よりね、やはり安心してあなた自身が生活できるっていうのは大事ですからね。メンタルも落ち着いてきますし、で、自分自身のね、やりたいこともね、やりやすくなっていくと思いますしね。何かにね、邪魔されてる状況で動いていくよりは、何にもね、邪魔がないもの、壁がなかったりね、ハードルが低かったりね、そういったところで動いていける方が絶対にいいはずなのでね、そういった面でも最終結果としては、すごくね、いいところまでいけてるんじゃないかなっていう感じがしましたね。あなたの、そのね、これまでのご苦労はあったかと思いますけれども、しっかりと報われていきますよっていうところにつながっていくと思います。それでは助言のカードですね。ソードの7の正位置です。こそこそしている人に注意っていうことでね、これもしかして周囲の人のことなんですかね。何かあなたが離れようとしてるとか、会話をしたくないとか、そういう風に舵を切ったとしても、なんか悪巧みをするっていうところがあるのかもしれないですね。もうこの人要注意人物ですね。あなただけがこの人をねずっと見ておくっていうのも大変だと思うので、もし助けてもらえるんであれば他の人にもねそういったところで悪巧みをしようとしてる人に対するなんか監視体制っていうのは、多くした方がいいんじゃないかなと思います。見てるぞっていう風にねしていった方がいいかなと思いますね。例えば、こそこそしてるっていうことはもしかしたらあなたのね、悪評だとかそういったところを他の人にね、ばらまくとかそういう可能性もあるので、そうなる前にあなた自身がしっかり根回ししておくことは必要かなとは思います。あなたの信頼のおける人たちに対して、事前にね、言っておくっていうことは大事かなと思いますね。でもこういうね、結局、こそこそしていろいろと悪いことをしようとしてる人っていうのはね、だんだんと信用はなくなっていきます。だってその人が仮にいい人そうに見えたとしても、そういうふうにね、どんどんいろんな悪巧みをしてやっていったら、あ、この人はこういう人なんだなということは、自分がもし、その人に嫌われたりしたら、こういう風なことをしてくるんだなっていう風に思われて、それでだんだんと人っていうのは離れていくので、いずれはね、この人孤独になっていくんじゃないかなっていう感じはします。でもね、それまでにあなたが辛い思いだったり苦労をするっていうこともあるかもしれないのでね、できればそうならないためにいろんな人にねしっかり言っておく、根回ししておくっていうことは必要かなと思います。ではですね、オラクルカードの1枚目です。愛にはあらゆる形、色、性別、年齢がありますということでね。そうですね。愛っていうのが仮にね、人だけではないですよね。例えば自分がやりたいことに対して愛があるとか、そういったこともあると思うんですよね。
あなた自身がこれからね、目標が見えてくるっていうことだったので、そういった目標に対する愛とかそういったところ、あらゆる形ですよね。そういった部分もありますし、で、これからね、あなた自身大事な人ができるかもしれないし、大事な人が今いらっしゃるのかもしれないですね。そういった部分、いろんな愛があるということでね、そういった愛っていうのはね、大事にしてほしいなと思います。そういったところがね、モチベーションにもつながってくるっていうこともありますからね。ですね。愛。何にでもね、愛を持つっていうことは大事なんですよっていうことですね。そしてオラクルカードの2枚目ですね。穏やかでいてください。優しくいてください。世界は冷たいかもしれない。だけど私たちはそうする必要はありませんということでね。あなたに対してというか、そうですね、社会、世界、あなたにとって冷たいものかもしれないんだけれども、だからといって、それをあなたも同じようにね、冷たくしてしまうと、もっともっとね、世界は冷たくなってしまうと。優しさっていうのはね、伝染するって言いますからね、あなたが優しくすることで、周りの人も優しくなっていく。もちろんね、見返りとかね、そういったところがない場合もある。でもね、それをね、ずっと気にして、誰にも優しくしないとかそういう風にしてしまうんじゃなくって、まずはあなたから積極的に優しくしていく、穏やかになっていくっていうことがね、何よりも大事っていうことですね。最初のね、過去のところで言いましたけれども、結局ね、自分自身の利益を追求していくばかりで、他人に優しくしないとか、ギブ、与えることをしないということはね、結果的にはいろんなものを失う結果になるっていうことなので、これもね、そういったところにつながってくるメッセージなのかなっていう感じがしますね。もっと幅広い感じで言ってる気はしますけれども、できるだけね、優しくいていただければと思います。なかなかね、難しいですよね。なんでこんなに冷たい環境で冷たい社会なのに自分は優しくしなければいけないのかっていうふうに思っちゃうこともあると思うんですけれども、そういった理不尽と戦うために自分が攻撃的になったり、そうですね、そういう風になっていくと、結局ね、冷たくなってしまう世の中ね、難しいですよね。なんでこんな理不尽なんだろうなって思う時もあるんですけどね。でも誰も優しくない世界になってしまうと、もっともっとね、悲しいことになってしまうから、少しでもね、まずは自分からっていう風にね、してもらうことが大事なのかなっていうことですね。では、オラクルカードの3枚目、フェニックス。不死鳥ですね。いつまでも幸せでいるにはどうしたらいいでしょうかということでね。なんで疑問系なんですけど、これはね、あなた自身に問いかけてる面があるのかなと思います。いつまでもね、幸せでいるにはどうしたらいいでしょうか。それはね、いつまでも幸せでいるって本当難しいですよね。それが必ず叶うことっていうのは、もう難易度高すぎる。無理ですよねっていうことを言ってるのかなっていう感じがしますね。そう。ただ、その幸せでいるための努力がいろいろとできるっていうことですね。いつまでも幸せでいる。それはね、本当に難しい、難易度高い。どれだけ頑張っても無理な時は無理っていうこともあるかもしれない。でもそのために自分に何ができるか。努力していくことがあるだろうか。私はいつでも蘇る。不死鳥だからという感じでね。時にね、落ち込むことだったり、地を這うようなね、悲しいこともあるかもしれないけれども、何度だって起き上がってやるぞ。不死鳥だぞっていう感じでね、このカードさんもね、かなり力強く立ってる感じがしますけれども、こういう感じでね、力強く立っていって、これからね、一歩ずつ歩みを進めていってほしいなと思います。では、ルノルマンカードですね。ネズミですね。欲を出すと損してしまう。自分の身は自分で守ってということでね。なんだか3段階で来てますね。欲を出すとね、損してしまうよっていう風にね、ここでも出ちゃってますので、もう本当にギブアンドテイクの精神を大事にしていきましょうということですね。自分ばかりが得をしようとか、見返りばかりを求めてしまうと、あなた自身がいろんなものをなくしてしまうよっていうこと。なんとか同じことを言っておりますけれども、ルノルマンカードさんもそういう感じで言ってますね。で、あとは自分の身は自分で守ってっていうことでね、自分の身は自分で守るっていうのは、もちろんね、自分自身で守るっていうことも一つなんですが、
他人に助けてっていうことも、ある意味自分を守るっていうことにつながるんですよね。そう。これね、自分の身は自分で守れっていうのが自己防衛とか、自分自身のその自己責任につなげてしまう人っていうのがいると思うんですけど、そうじゃないんですよね。ちゃんと自分が助けてほしい時に助けてっていることも自分を守ることにつながる。これはね、忘れないでほしいなと思います。そう。人に頼ることも一つの自己防衛であるということをね、忘れないでほしいですね。では、ルーンカードですね。ルーンがエオローで、石がトパーズです。安全が確実に守られている状態なので、これから成功への力が出てきますということでね。これはね、未来のあたりのことを指している感じがしますね。ここにおいてはあなた自身がしっかり安全に安心していろいろと決められる時なので、そこからね、しっかりと成功への力っていうのがね、湧いてきて、あなた自身が目標に向かって進んでいく未来がね、見えてきますよっていうことですね。そうですね。すごくね、前向きな結果としてね、出てきたので、もう本当に急加速するっていうのがね、楽しみになってきますね。未来においては、あなた自身がこれからをね、どう動くべきかっていうのもしっかりと見えてくると思うのでね、そこに向かうために、今ちょっとね、大変だと思うんですけれども、もう少しだけね、待ってみましょう。そこをね、待つことで、随分と変わってくるっていうことはあると思いますので、ただね、その今いる場所を離れる時でもあるっていうのもあるので、その部分ね、離れられるんであれば離れてもらって、そこからまた動いていくっていうことをね、楽しみにしてほしいですね。そうですね。まあ、3枚もね、同じような意味のことが出てきたので、まあ、ギブアンドテイクの精神を大事にしましょうっていうのはね、それだけ大事なんだなっていうことが伝わってきましたね。で、あとはね、あなた自身が未来においてしっかりと自分のやりたいことを見つけられる。それにつないでいけるのが最終結果ですよね。ちゃんと未来のものが受け継がれて得られていくものがたくさんありますよっていうことなのでね、これからを動いていくのにね、そういった部分ね、楽しみにしながら進んでいってほしいなと思いますね。ではよろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の今後急加速する展開ですけれども、精神的な支えとなる何かに出会うっていうところがですね、あなたにとっては大事な展開になるんではないかなと思います。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それではまず過去ですね。ワンドのキングの聖地です。強いパワーが体中に満ちていた時で、誠実さで人からも好感を待たれていたっていうことでね、過去もかなりあなた自身運気がね、良かったみたいですね。あなたにとっては何でもこうやれるぞっていうところが大きかったんじゃないかなと。ワンドでキングなので、やはり情熱の力っていうのが強いんですよね。それで、しっかりとね、自分自身でコントロールもできてるので、かなりね、動きやすいっていうところもあります。で、そういったところもありますし、精神的にもね、かなりあなた自身の誠実さ、正直さですね。そういった部分で人から好感を持たれていて、信頼がおけるなっていう風にね、思われていたのではないかなっていう感じがしますね。信頼しているとか、尊敬しているっていう人もいらっしゃったんじゃないかなっていうところがありますね。そう、あなた自身はね、こうやってカードさんのように前向きにね、こう、いろいろと見据えて動いていらっしゃったのかなっていう感じがしますのでね、そういった面でもね、すごく良かったかなと思います。では現在ですね、カップの6の聖地です。過去が蘇る時です。美しい思い出から癒しをもらっている時期っていうことでね、現在に関してはかなりノスタルジックな状況になっているっていうことで、まあ昔の思い出に浸りやすいっていうところですね。あの時すごくいい思い出があったなみたいな感じでね、そういった部分もあるし、過去の経験から得られたこと、そういった部分を大事にしながら動いていける時っていうことなので、これまでのね、あなたの経験値っていうのが役に立っているのかなっていう感じがしますね。まあ、過去って言っても過去にすがりつくんではなくって、前向きなね、思い返し方っていうことですね。これ考えるとね、すごくいい流れになってる感じがしますね。あなたにとっては、
そう、大事な思い出だとか、そういった得てきた経験値だとか、そういう部分で現在でもですね、そこをしっかり現在でもあなたにとっては、大きな役割としてですね、担っているっていうところですね。では未来ですね。教皇の正位置です。精神的な支えとなる何かに出会います。期待を背負い実績を認められますということでね、精神的な支えとなる何かっていうのね、すごく大きなものだと私は思うんですよね。そう。何かね、やはり支えとなるものっていうのは必要だと思うんです。毎日毎日ね、生きていく中で何もね、ない状況で動いていくと、どうしてもね、辛いな、しんどいなっていう時があるんだと思うんですけれども、それが未来においては何か支えになるものがある。今だと結構人の中でこう人間界っていうとなんか自分が人間じゃないみたいですけど、人間界、社会の中でよくあるのは推しとかですよね。推し活とかいう、推しによって精神的に支えが、支えてもらってるみたいな人もいらっしゃいますし、それだけじゃなくてね、いろんな物事だからね、例えば目標があって、その目標によって自分が支えていられていて、モチベーションになっていて、これから頑張るぞっていうふうに思えるっていうこともありますし、いろんなね、精神的な支えっていうものがあると思うんですけれども、そこがちゃんと見つかるっていうことはね、あなたにとっては大事かなとは思います。それによってあなたが頑張れるんであればね、これからを強くね、生きていくぞっていうふうにね、進んでいくぞっていうふうに思えるのであれば、ものすごく大事だと思いますので、これがね、やはり急加速する展開としてね、大きく出てきているかなっていう感じがしましたね。あなたにとって、これからをね、生きていくために強くあれる、前向きになれるっていうことで、しっかりとあなたのサポートじゃないですけれども、支えですよね、やっぱり。支えになるものっていうのができるのがいいことだと思います。で、それで、それだけじゃないんですよね、あなたの場合はね。ちゃんと周囲の人たちからもともと信頼されてたっていうのがあるんですけれども、その期待をですね、背負いながらしっかり実績も認められるっていうことで、もうあなたのね、いろんな頑張りっていうのがね、未来においては発揮されるっていうことですよね。実績を認められるっていうことは、それがね、いろんなことにつながっていく、あなたの昇給だったりね、そういったところ昇進だったり、いろんなポジションについたりとか、それだけじゃないいろんなことがありますけれども、あなたのその頑張ってきたことを誰かが認めてくれる。そこもいいですよね。他者から認めてもらうっていうことはね、自分で自分を褒めてあげるっていうことも大事なんですけど、他者からの承認ってやっぱりすごく嬉しいですからね。そういった部分がね、あるっていうことも、一つのね、展開としてはね、あなたにとっては大きくね、いい影響を与えるんではないかなと思います。では、周囲ですね。悪魔の逆位置ですね。健全な人間関係を目指せるっていうことで、じゃあ、不健全なのかっていうとこでもあるんですけど、悪友って言ったらいいんですかね。いろいろとこう、悪態をつきながらもなんだかんだ仲良くやってるみたいな感じですかね。そういった人間関係でありながら、これからね、しっかりと健全な人間関係として目指していけるようないい人がいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。悪友だけれども、これからはいい友達になれるよっていうことなのかなっていう感じがしますけれども、何にせよね、あなたにとって大事なね、友人関係とか人間関係とかね、そういったところがあるんであれば、それは喜ばしいことですからね、この周囲の人っていうのをね、これからもね、あなた自身大事にしていただければなと思いますね。では、障害ですね。ソードの5の逆位置です。不確かな状態で動くことが障害になるっていうことで、これはね、あなた自身がはっきりしてから動いた方がいいっていうことですね。そう、何が起こるかわからないっていうところで動いてしまうと、結果につながりにくいのかもしれないですね。ちゃんと明確に何がしたいのかっていうね、そういった部分もあるし、周囲とか自分自身の置ける環境とか、まずいろいろ様子を見ながら、しっかりと確信を持てるような状況になってから動いた方が、あなたにはいい結果を得られやすいっていうことなのかなっていう感じがしましたね。このカードさんもね、これを見てると、
こう小さい水の中をね、ソードでぐる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 してるような感じなので、ここからの中の買わず、大海を知らずっていうのがありますけれども、これもやっぱりこう、小さい海の中をぐるぐる回ってる状況っていうのは、まだ状況が分かってないっていうことですよね。じゃなくって、井戸の中、こういう小さい海の中、それよりももっともっと広いところには、もっと大きな海があったり、もっと大きな空だったり、いろんなものがあるんだなっていうことをね、知っていく。それによって動きやすくなるっていうことだと思うので、まずは井戸の中から出ていきましょうと。そういう感じかなっていう感じがしますね。では最終結果ですね。帝王の逆位置です。自分の未熟さを知るときです。これだとね、ちょっと、あれってなるかもしれないんですけれども、自分の未熟さを知るっていうのは、要するに、まだこれからね、成長していけるっていうことなんですよね。いわゆる伸びしろということです。それがちゃんとわかるっていうこと。これも不確かな状態で動いてたものがしっかり自分自身に何が足りてないのかっていうのがわかるっていうことですよね。はっきりすることっていうことですね。そのはっきりしたことによって自分自身がこれからどうやって動いていったらいいかがわかるから、それでますます成長していけると。これからは未熟なのではない、成熟していくんだっていうことですね。あなたはまだまだね、これから伸びていける、成長していける、いくらでもね、あなたは変身を残していると、大きなものに変化していくという感じ。結果として大きなものを得ていくということですよね。まず知ることって大事ですからね。自分に何が足りていないか。知識人って言われる、科学者さんとかね、そういった分野の人たちって、どれだけ知識を得ても、まだ知らない、まだ知らないって言うんですよね。まだ全然何も自分は知らないんだって。知っていくことで知らないことを知るっていうね、ちょっと、難しいかもしれないんですけど、言い方が。そう。知ってるから、それで満足なんじゃなくって、いろいろと知識を得ることで知らないことがもっともっと増えていくんですって。それによって自分はまだ知らないんだっていうことをまた得ることができるので、それってだから、要するにあなた自身もそういう状況になっていくっていうことなんだと思いますね。これからはまだまだね、あなたっていうのは成長していけると。知らないからこそ、これからはいろんなことを知っていけるんだっていうことをね、動いていけるっていうことですね。これもある意味ね、大きな展開かなという感じはしますね。気づくことってやっぱり大事ですからね。気づくことで、あなたがまずそこで一つの成長ですよね。そしてそこから、じゃあどうしていったらいいのか、知るためには何をしていったらいいのかが分かっていく。そこでまた2つ成長していける。どんどん成長していけますからね。あなたにとっての未来っていうのはね、まだまだね、輝かしいものがたくさん待ってますね。では助言ですね。ワンドのナイトの逆位置です。慌てても疲れるだけなので落ち着いて考えましょうということでですね。そうですね。これはね、現在の時からずっとね、いろいろと慌てていろいろやってもね、疲れるだけなので、未来最終結果においてもしっかりとあなたが地道にね、動いていけるっていうことはちゃんとね、約束されてるような感じがしましたので、まずね、落ち着いていろいろ考えていく。焦る必要はないですよっていうことですね。まだまだね、これからが伸びていく。そうこれはね、ほんと、一気に伸びる人もいれば、コツコツ伸びていく人もいるんですよ。で、あなたの場合は、コツコツ伸びていくんだと思います。そのコツコツ伸びていくのが、どうしてもね、慌てちゃったり焦ったりすることもあると思うんですけれども、焦る必要はない。それはね、ただ疲れてしまうだけになっちゃうかもしれないので、疲れるんじゃなくってリラックスしながら動いていくっていうことが大事だと思うのでね、そう、焦らないというふうにね、思っていただければと思います。では、オラクルカードですね。1枚目が案内人です。あなたの前に道を切り開いてくれた人に声をかけ、彼らを祝い、助言を求めてくださいということでですね。先にあなたよりもいろいろと経験を積んでる人たちっていうのが必ずいらっしゃるんですよね。これはね、年齢関係なくですね、あなたと例えば同じ目標を選んだとして、その目標を選んだ年が全然違うっていう可能性もありますからね。だから、どんな人にでもね、学べるところはたくさんあると思うので、
そう。自分自身が知らないことを知ってる人に対しては、尊敬の念を持って、いろいろと聞きながら学んでいってほしいなと思います。謙虚にね、知っていくことっていうのはね、大事ですからね。いろんな人がね、そう、それぞれの人生を歩んでらっしゃるので、そういったところでね、得た知識っていうのをね、あなた自身がしっかりと教えを請いながらね、自分自身の力にしていくと、吸収していってほしいなと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、人生に負けると思った時はいつでもあなたは間違っていたということでね。なんかこれちょっと直訳だから嫌な感じに聞こえるかもしれない。申し訳ないです。でもこれは、要するにあなた自身がいつでも人生勝てるんですよね。うん。勝つ負けるっていうのもちょっと言い方が悪いような気はするんですけれども、そう。あなたがダメだって思った時って思ったらいいかな。ダメだと思った時は、実はね、いくらでも巻き返すタイミングがあったっていうことなんですね。だったら、これからは、それを考えを改めてもらって、ダメだと思っても、いや、まだだ、やれるっていう風にね、動いてもらうことが大事なのかなっていう感じがします。そう、過去をね、嘆いても元には戻れないので、これからどうしていくかをね、このカードさんのメッセージをね、見てもらいながら考えてほしいなと思います。ダメだと思った時こそ、やれるチャンスだっていうこともありますから、そう、一旦ね、諦めずにね、やってみるっていうこともしてほしいなと思います。では、オラクルカードの3枚目が王座ですね。あなたの可能性は無限大ですということで、これは2枚目にもつながってくるところかなと思いますね。ダメだって思った時はいつでも巻き返せる。それはあなたに可能性があるから。可能性は無限大なんです。これからね、未来はいくらでもね、選択肢が広がってるので、あなた自身がやろうと思えばね、いろんなこともやれるんですよっていうことですね。そう、ちゃんとね、あなた自身に輝かしい未来が待ってますよ。この王様がね、3人座っておりますけれども、その王様の一員としてね、あなたがこうやって玉座、王座に座る日も近いのかもしれないですね。てっぺんをね、取っていきましょう。そしてルノーマンカードですね。太陽です。不調でもすぐに回復します。思い通りに前進していきます。どんどんチャレンジして手に入れていきましょうということでね。ルノルマンの太陽さんもね、明るい運気が出てるっていうことなんですよね。これはね、ほんと今までのそのタロットカードさんの感じから見ても間違いないとは思うんですけれども、どんなにね、不調だったとしても、太陽の光のようにね、すぐ明るい方向に行けるっていうこと。すぐに回復していくし、で自分自身ね、選択肢もね、いい方向に行けるし、で、どんどんチャレンジしていくことで、いろいろとね、手にしていくことができるっていうことなので、進んでいきましょうっていうことですね。立ち止まってしまうとそこで終わってしまうから、進んでいこう。一歩ずつでもね、動いていきましょうっていうことですね。チャレンジってやっぱり大事なんだなって思いますね。いくつになってもね、挑戦していくこと、そういったところで得られるものはたくさんあると思うので、ぜひね、やっていきましょう。それではルーンカードですね。ルーンがイングで石がガーネットです。喜ばしい出来事はたくさん訪れます。豊かな実りを得られます。情熱が呼び覚まされていきますということでですね。これももう太陽、ルノルマンカード、ルーンカードと本当にね、あなたの約束、成功は約束されてますよっていうことをね、同じようなことで言ってるんだと思います。いろんなね、実りを得ていくということで、もともとね、過去でもね、ワンドが強かったっていうのがあったんですけれども、今後もね、しっかりとあなたの情熱っていうのがね、いい方向にね、効果があるっていうことでね、そして呼び覚まされていくことで、やる気も満ち溢れていくし、いろいろとね、チャレンジしやすい状況になっていくのではないかなと思います。そうですね。あなたの場合は、本当に全体的にすごくいい運気なのは間違いないです。で、ただ、最終結果で、あなた自身、って思っちゃうこともあったかもしれないんですよね。もうこの辺はね、それぞれの解釈っていうのもあると思うので、ただね、私自身は何かを足りないって思った時こそ、あなたが成長できる時、
それがすごくいいことだと思うんですよね。なので、よかったらね、そういうふうに考えてもらって、自分が成長する時なんだ、チャレンジする時なんだっていうふうにね、してもらう。いろいろとね、知識を得てもらうようにね、動いてもらえればなと思います。あなたが知らないことをね、知ってる人っていうのはたくさんいらっしゃるので、そういった人にね、教えてもらいながらね、これからをもっともっと前向きにね、動いていってもらえたらなと思いますね。で、あとはね、精神的な支えとなる何かですね。これがね、本当に大きいと思うんですよね。こういったものがあることによって、生活の充実感っていうのは全然違うと思うんですよね。私自身にもやっぱり支えとなるものっていうのはありますね。例えばね、お家にいるデグーさんとかもそうなんですけれども、この子のためなら頑張れるとかね、そういうのもありますから、そう。それがね、依存になっちゃいけないんですけど、健全な関係性を保ちながら、精神的にね、支えとしていく。そこもなかなかバランスが難しいとは思うんですけれども、そういったバランスを取りながらね、あなた自身が前向きにね、生きていける。これからを動いていけるっていう風にね、してもらえればなと思いますね。それではですね、もしよろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。